担当工場、これもクリックしながら下に引っ張って、製造業でお勤めの方で、Excel でサム関数や if 関数は分かったけど、次はどんな勉強をしたらいいだろう。ピボットテーブルって聞いたことはあるけど、具体的にどう使えばいいのかわからない。ピボットテーブルって製造現場では具体的にどのような使い方をするのかわからないといったお悩みはないでしょうか。この動画では、ピボットテーブルって何？製造現場でどう使ったらいいの？使用する際の注意点は？といったことを解説していきます。ピボットテーブルを一言で言うと、Excel の中にあるたくさんのデータをいろいろな切り口で分析、集計できる機能です。製造業においては、例えば売上データや生産データを製品別の切り口でまとめたり、工場別の切り口でまとめたり、担当者別の切り口でまとめたりすることができます。この動画では具体例として、毎日の売上個数が書かれたデータをピボットテーブルを使って製品ごとにまとめることを目標にします。ピボットテーブルはいろいろな使い方ができますが、比較的簡単な使い方をこの動画では紹介します。はい、まず前提としまして、日々の売上個数データがこのように与えられているとします。内容としましては、コード、名前、担当工場、売上個数、日付となっております。まずですね、挿入のところから、ピボットテーブルを選択いたします。はい。で、こちらのテーブルの範囲というところで、この B の2から、F の14までを選択いたします。で、設置する場所は今、セルの H2 というところになっております。そうするとですね、このような画面になりまして、ピボットテーブルのフィールドというものですね。こちらが右の方に出てきます。はい。こちらですね、大きく上と下に分かれてるんですけれども、はい。で、このフィールド上部のところはですね、コード、名前、担当工場、売上個数、日付と、代表とした表の項目が並んでおります。このフィールドの下の方ですね、こちらの方には、フィルター、列、行、値と4つのフィールドに分かれております。はい、今ですね、この上にある各項目を下の各フィールドの方にドラッグをしていくということになるんですけれども、このまず名前を行のところで、担当工場、これもクリックしながら下に引っ張ってフィルターと。売上個数を今、この値のところに持っていきます。はい。そうするとですね、こちら、Excel のところに、このようなピボットテーブルが作成されています。例えば、この Needle Valve 1というものですけれども、もともとですね、この9月の6日に500個で、9月の16日に、300個、そして、9月の27日にですね、80個とありましたけれども、こちらが足された880という数字が記載されております。他もですね、ニードルバルブ2やボールバルブ1、ボールバルブ2というものも同じく合計数がこちらの方に記載されております。はい。このように簡単に集計できるんですけれども、さらにですね、今、こちらのフィルターのところで、担当工場というところを
入れておりました。で、こちら今、最初すべてと、セル I の1のところになっているんですけれども、これを、工場 A を選んで OK としますと、このピボットテーブルの内容が変わってきます。このように、工場 A で、担当のものだけが記載された表になるということになります。はい。次にですね、一旦ちょっとすべてのものに戻しときまして、この製品の名前だけじゃなくって、コードも確認一緒にしたいよというときに、このコードをこの行のところですね、に、名前の上に持っていきます。そうすると、こちらの、表の方がですね、名前だけじゃなくって、このコードの方も同時に、示されたものになってくるというので、場合によってはより分かりやすい表になったということになります。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。概要欄ではこの動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先を貼っていますので、興味のある方はクリックをお願いします。今後も製造業で役立つ情報をアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。